本日もよろしくお願いします。なんかキリのいい11時でしたね。11時。いろいろ溜まっていった仕事が無事終わり、死ぬほど機嫌がいいので、ライブ配信を始めたいと思います。今日ちょっとサムネイルにある通り、ペンを使って、ですね、ちょっとこう強調と省略ということで、効果的にですね、ペンを使って描くということを少しやろうかなというふうに思います。ちょっと複雑なですね、こう皆さんのところにもある、ですね、やつをこちらですね、こちらの写真をもとにぐちゃぐちゃ描こうかな思ってます。おじさんもちょっと隠れていいかな。こんなんね、現場で、対面したら僕もたじろぎますし、多分書かないです。逃げます。やめとこうと思いますけど、1日あるわとか6時間ぐらいかけるわとか、そんなんやったらねやる可能性はあるんですけど、基本多分やらないなというふうに思いますけども、でもちょっとこう屋外の配信のやつはあんまりこう伸びてないんですけど、それはそれで僕のなんか思い出作りみたいなところもあるんで、それはそれでいいんですけど、その中でも若干こう神戸のですねペンのやつが伸びてるというか、比較的視聴回数多いので、そうなんや、ああいうのちょっと皆さん興味あるんやなと思って、ちょっとあの時の思考法というかを少しお話できたらなというふうに思います。よかったらですね、そちらの方も皆さん、1ヶ月ちょっと前ぐらいかなやっておりますので、何のこと言ってるかって言ったら、なんかペンで書いたやつがありますので、それもちょっと参考にご覧ください。あれは鉛筆で下書きしたかな、軽めにですね、もう本当に当たり程度でぐちゃぐちゃぐちゃと。で、特に大事なのは主役となるようなところですね。こことこれが脇役になるかは分からんけども、ちょうどこう2つ立っているので、タンタンタン、この Z です。この Z の界隈というのはすごい集中的に描きます。例えばここの光当たってるとことか、こういう影のシルエットですね。こういう影のシルエットとか、ここのエッジの強いとこ。昨日もちょっとこう、強い弱いみたいなのを少しですね、水彩でやりながら小さい空間を大きく見せるみたいなことをやったんですけど、今日はどちらかというと、画面を構成するということを、いいですね。湘南 GG さん。田舎ロマンさん、こんにちは。田舎ロマンさんはメンバーの方ね、ありがとうございます。スマイリーひろみさんもね、暑いですね。大丈夫ですか？汗かいてますか？なんか時めっちゃ汗かくとか言うてませんでした？なんか僕その映像が今パッと頭によぎってきたけど、あれなんかそんなん言うてませんでしたね。スマイリーひろみさんとお会いした時に。でも若干朝夕マシになってません？なんかもうそう思いたいというか、もう自分でも思い込もうと思ってるのか分かりませんが、今日も、3時、今日はひどかったな。深夜、ここにね白い壁とかがあるとか、そういうのはちょっとね頭の中残しといてね。今日はもうなんか9時に寝て12時に起きて、そこから朝5時半ぐらいまでまた仕事してたんですけど、いや終わらんかなもうなんとか今日終わらしたいな思ってたらね、もうほんと久しぶりになんか予定通りバシッと終わったんで、めちゃめちゃ違うな形。めちゃくちゃ嬉しかったです。そうするとね、チビとね、昆虫取りもいけるし、皮もいけるしですね。なんかこの辺はもう本当にちょっとこう形ずれてくる部分も多々あるかな思いながら、ここにちょっと出てるよりももうちょっと右か。今日6号のですね、6号のアバロンという紙を使っております。なんでもこれ粗さは粗いのかなもう正直分かってないです。皆さんでお調べいただければと思いますけど、今日6号です。6号ですね。ゆずみかんさんもちゃこさんもこんにちは。ちょっとねやっぱりこう日曜日は配信するとスタートの段階でこうコメントくださる方が違うから嬉しいですね。可能な限りね日曜日もできたらななんてふと思うんですけど、なんかできない時も多いんで確約はできないです。で土曜日はもう極力
やれるだけやりたいなと思ってますね。これね、こういうなんかコミュニケーションの場みたいなのを作っていくことが仕事なんかな思って、るわけで、まあこういうライブ配信もしっかり、メンバーのね、こうなんていうの、鬼高評価もしっかりなんですけどね。ピッ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 、もうこうやってね、点でね、こう今日は HB ぐらいかな、これ使ってんかな、鉛筆ね。適当に言うからね、僕ね 3B でした全然ちゃう、もうほんと、まあなんかこう濃いな思ったら筆圧弱めたら弱まるから、なんかその辺がもう体に染みついてるというかね、そんな感じですね。のりおっちゃんさんもおはようございますと、のりおっちゃん、久保さんもおはようございます。しのぶさんもめちゃくちゃ暑いですか。なんかね、ちょっと涼しなったような気がするんですよ、朝晩ね。僕だけかな、僕だけどうなんかなね。でペンからまあ普通はまあ一般的にはこう書いていくかなと、ペン画っていうかね、その現地で短い時間でってなった時にはだいたいペンで書いていくかなと。で神戸の日も確か雨が降ってきそうやったから、どうやったかな、確かペンからやっていってて途中段階で、ちょんちょんと着色してる程度やと思うんですけども、そんな感じで進めたかなと。でも本当こんなんね、眼前と広がるたらもう皆さんたじろぎますよね。うえーって言ってね、書けへんわーっつってね、大体そうなりますけどね。まあ、そういうとこに挑みたくなるのが頭のおかしいおじさんなんでね。しのぶさんも元気ですか？体調崩してないですか？けいこさんおはようございます。松本さんもおはようございます。ハーモニーさんもおはようございます。これね、うっかり読み忘れたりしても気にせんといてくださいね。別に全然なんか本当にただ読み忘れってありますからね、たまにね。皆さんね、そんなに細かいこと気にせずにね。よいしょ。もうね、もうほんと、こんな感じやろうなという感じぐらいですけどね。でとにかくここの Z ですね、Z。で、周りのところも書きはするんですけど、主役ここからこうつながっていくみたいなこう流れとか、そこのあたりをやっぱり中心にですね書いていけばね。先生は筆いっぱい持ってますが全部じゃあ使ってないですよそんな使うわけないですよ。試しで買うやつもあるんで、なんかこれはどんなもんかなとかですね、なんか試しでこうで全然あかんかったって思って、これピグマの桜、これは 0.1 ではなく1やねすみませんすみません、1ですね。全然そんなん使いませんよ。もう本当に試しでこうって、あかんかったって結構あっさり投げるやつもあるし全然ね、ここのこうちょうど画面のなんか中心あたりに来とるかなとかっていうところとか押さえて、またヤフーニュース情報ですけど、あれですね、やり投げかなんかで金メダル取りやったんでしょ。あれすごいんじゃないですか。多分ね、もうちゃんとニュースの内容まで見てないけど、あれってすごいことなんちゃいます？なんかね、そんな気がしたんやけど、ああいうフィールド種目であんなん取るってなかなか、よいしょ、なんか筆に関しては本当にもうなんか試しでこうて使ってみてとか、これめっちゃええなとか、でもそれでもなんかダメだったらやっぱダメで消耗品なんでね、そんなもうあかん思ったらなんか一回そういうこうなんかあんまり使ってない画材プレゼント企画みたいなのでけんかなと頭で思ったりするんですけど、どうやればいいかがこうやってね、なんか視聴者がまだ少なかった時ならまだしもね、その時はスパチャ、一番多かった人にはうんぬんかんぬんとかやったことあるんですけど、今も調べよう思ったら調べれるんですけどね、
なんかそういうこうプレゼント企画的に使ってないけど良かったですよとかいう筆とかをとかね、画材なんかもこうもろたりとかですね、こう使ってくださいみたいなとか来ることあるので、なんかそんな企画とかやれたらななんてここ慎重にいきます思ったりするんですけど、そこまで今ちょっといろいろ忙しゅうて手が回らなくなってきてるぞと。暇というのがね一番僕の中ではね、暇というかね、自分で時間を融通聞かせれるというのがやっぱり自分にとって今一番幸せなことなんですけどね。もうチビがね昨日もなんかプールに連れてきましたよ。お父ちゃん一人でね。よいしょ。プールではないか、東岡公園ってあるんですけど、そこのジャブジャブ池というのが無料なんで、はい、今年2回目かな。土曜日やから多いかな思ったけど、そんなでもなくてよかった。よいしょ。失敗作とかありますか？わからん失敗作、若い頃はなんか全然あかん思って捨てたりしてたけど、今はそこそこまで持っていきますよ。そこそこまで持っていく、もう書き出しの段階のイメージが昔よりはこうある程度こうできるようになってきて、これぐらいまではいくやろうなっていうこうイメージして、だいたいそれの8、9割までいって、それが失敗かどうか、なんか好みの問題もあるじゃないですか。見る人によっての好みみたいなものもあるので、自分ではもう判断せずに、あとはもう皆さんが欲しいという人がいたら差し上げたりね、売ったりとかしますしね。なんかね、若い頃ありましたよ。でも今はもうないですね。ないというか、一応は形にはもう維持でもします。紙ももったいないしね、維持でもしますね。Z ね、Z のところ界隈からこう書いていく。もうここのところだけはある程度形が、合うようにというか、自分でやっぱこう構図ですね。僕なんか結構奥の方とか中間から奥とかに見せ場を持っていくこと多いんですけども、ね、やり投げ金すごいですね。ね、すごいですよね。忍さんとかなんか逆に僕から聞きたいんですけど、オリンピックといえばこの人ってとかあるんですか？なんかこの、冬季オリンピックも含めて、なんか皆さんにとっての忍さんに限らず、忍さんなんかね人生の大先輩なんで、ね、ちょっとだけ2つぐらい上なんで僕より4つぐらいかな。ちょっとね皆さんにとってのなんかあります？この人と。なんやろな。うわーとか言うたらなんやろな。なんかウサイン・ボルトのなんか世界陸上の世界新記録を出した映像かなんかたまたま YouTube のおすすめに上がってきて見たらめっちゃ速いですね。あれもう1900何年だっけ2006年かなんかなんですよね。もう最近やんと思ったら2006年ちゃうな、6年今何年2024年ですよね。十何年前なんですよね、あれね。覚えそうなんやと思って。何の話してんねんって感じですけど。なんか皆さんあります？私誰やろうな、オリンピックの。高橋尚子さんかな。いや、違うな。何やろうな。何が卓球ではないな。でもね、スポーツはやっぱね感動を与えてくれるし、ね、自分もねしょうもないけど野球やってたからあれですけど、なんやろな。皆さんなんかありますかね。なんかそういうの聞きたなり。これでも1位いいな。意外となんかこう僕こういうハイテクとかね、これはね耐水性じゃなくて水に溶けてしまうんですよね。だからこうやつばね、
溶けてまう。でもこれはスケッチなどではいいですよね。ただのペン画やったらハイテクとかいいかなというふうに思いますけど、とか一番最後に細かく描いたりとかで、ね、細くこう描くにはこのハイテク結構いいんですけど、ちょっとこうね水彩とかで少しジャジャーっと描いたりとかする時っていうのはちょっと厳しいかなというところありますもんね。ピュッ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 。皆さんのオリンピック選手、女子バレーもっと見たかった。ポンさんこんにちは。やり投げ、金すごいですねと。なんじゃこれ。コージェルさん暑いですねと。どうなんですか、野菜ってやっぱり暑いとあかんのですかね。野菜いらっしゃいらっしゃいって名古屋の方でですね、いらっしゃいって言ってはる人ですね。去年の秋マダラをキャンプ場でいただいた。ひまわりを今15で描いていました。今ねひまわり描こうか迷ったんですよね。ひまわり描こうかな思って迷ったんですけど、ひまわりのアクリルとかでもおもろいかな思って迷ったんですけどね。ひまわりにすればよかったですか。ハーモニーさんどんなんね。水彩ですか、あれですか、油彩ですか。よかったら教えてください。よかったらあれで何やったっけ、 LINE でも一緒に旅行ったりした人の LINE とか結構知ってるんでですね、ごめんなさいね、この間なんか何日か前わーっと LINE を皆さんやり取りしてたけど、僕また見忘れてたというか通知オフにしてるんですよ LINE。最悪ですよね。動画の編集とかしてたりする時があるんですよね。動画の編集とかスマホで録画することとかあるから、スマホがビコビコ言われるとあかん時があるんですよね。よいしょ。なんかこう大きな仕事とか請け負ってる時はもちろんスマホオンとかにしてるんですけど、今そんなんなかったからですね。よいしょ。ジェットね、ジェットって感じでしょ。でこれぐらい来たら多分時間とかを逆算して、現場とかで書くんやったらペンで突き進むか、一回ちょっと水で色つけとこうかないう感じかなと思います、僕やったらね。でこの時にねどないして書こうかな思ったら、おそらくなんか影のとこだけでもまずシャシャシャと書いといてどないするかな思ってね。例えば空なんかも全部は濡れんから、ちょっと上の方だけでも、東京オリンピックはねかわいそうでしたね、選手もね、コロナでね。浅田真央さんね。一番コマネチさん、さすがスマイルひろみさん。僕とその年変わらんからね。コマネチをね、僕もコマネチ知らないですけどあれって何オリンピックなの？ミュンヘンオリンピックぐらい？何ちょっと自信ないからボソボソと喋りました。何オリンピックなのあれ？スマイリーひろみさんね、僕と多分ほぼ同い年ぐらいなんで、僕よりちょっと若いぐらいやから28ぐらいかな。そうなんや。でこう影をねつなげて描いていくみたいな、主役のとこをグッとこう、例えば僕やったらこう濃くして、よいしょ、ピュッ現場で描くとしたらね、今日も海外の人見れへんよね、この時間やったらね。いつもね、もうほんと海外の人には夜中、アメリカだと特に夜中とかね、ピュッピュッピュッ
バーンとシェンナとウルトラマリンぐらいを混ぜたような感じかな。でもうちょっと紫色に寄ってきてもええかなって今やりながらピッ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 つないで、まあ、たまに面のとこもあったりとか水で薄めたりとかしてピッピッピッ、まあ基本はやっぱ影の方ですね。影、固有の色も多少塗りつつもコマネチ誰もこんなものまねもしてないですよねまだ若い人なんかもうね何のこっちゃと思いますもんね。ビュー、お腹空いてきた。皆さんとかご飯作りながらもやってはる人もいるんでしょうね。イヤホンとかつけて。もう僕ヘッドホン買うたらもう全然子供の声とかも聞こえなくなってしまって、よいしょ、ビューとジャネット・リンさん誰や畑がカラカラで商品も悪くて、高いです。この影響は冬の食卓に出る。うわ、そうですよ。って言うてもなんか方法あるんですか？ないでしょ。もうそうなったらね。そうね。やっぱ水なんか梅雨もなんか長かったか短かったかようわからんけど、めちゃくちゃ降ったっていう感覚なかったですよね。水不足なんじゃないですか今世の中って。もうようわからんけど。なんかそんな感じがするんですけど、もっと梅雨ってずっと毎日やんけというような、まあでもちょっと雨は降ってたか、どんな感じだったかな。なんか僕の中では6月もう過去のあれとか見ると5月6月ぐらいに虫取り行きまくってるんでクワガタって本当に6月なんですよ。なんか結構間違えてる人多いというか、僕もそうやったんですけど、僕も YouTube で勉強させてもらってありがとうございました。思ってるよりね、夏やないこの8月やないんですよね。もう本当にカラスとかに食べられて悲しい姿のカブトムシとかいっぱい見ますよ。何日か前もちょっとお兄ちゃんと2人で行ってきたんですけど、まあもう全然おらんくて、あかんねえっつって0匹やったですね。そしてスズメバチが超元気。でここのやっぱここの影、ここのエッジとここの影って大事ですね。こうジュジュと。でこちらの方まで一応こうつなげておいて、なんかちょっと紫入れたくなりますね。そうなんや。カラッカラですもんね。バッタ取りに行ってももう地獄ですもん。まあ、バッタ取りに行かなあかんのですよ。カマキリがおるからカマキリがおるから。よいしょ。ピュッ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 。じゃあね。ジュワ。まあなんか鉛筆の線とかもね、現場で例えば急いで書いてたりするともうそんなもう味やと思ってなんかね、そないこう神経質になる子あ、末永さんそうやね、やばい今日もいけへんわやばい末永さんのコメントで思い出した。やばい、今日もいけへんわ、あかんわ、すんません、今日もいけへんわ。昨日はごめんなさい、昨日行けばよかったけど無理やったな。昨日あれやった、東岡公園行ってました。ごめんなさい。もうなかなかね、子供連れてしもた、申し訳。もう本当にもうなんかね、しもた。よいしょ。うどん屋ウエスト行こう思ってなんかそっちのことは考えたんですけどね。あそこの近くにあるから。皆さん知ってます？九州とか意外とラーメンって言いますけどね、うどんも美味しいんですよこれは博多華丸大吉先生のネタなんですけど、
ね、最近なんか助さんうどんっていうのが、どこかで1日だけ営業したみたいな、なんかどっかちゃんと見てなかったですけど、どっかで東京の方でね、そしたらやっぱりもう九州出身やった人がうわーっとして大挙して押し寄せて、めちゃくちゃこう行列できた言うて、とにかく柔らかいんで、なんかショック受けますよ。初め僕びっくりしましたもん。なんじゃこりゃと。東京にいた時にこう東京のだしのなんじゃこりゃと思ったのと同じ、いやそれ以上の衝撃をまず受けますよね。昨日は空を塗るのが最後の方でした。今日は最初に塗りましたが、特に意図ないです。普通はだいたい奥から描いていくっていうのは一般的ですけどね。今日のはもう全然また違う絵なので、昨日のはなんかこう絵を作りながら、空の色が写真とか実際のものが曇り空で白やったんですね。で、そのまま行くかどうかっていうことで初めからどうしようかなって思いながら、途中段階であれぐらいの青の方がええかなっていうふうに変えました。一般的にはだいたい奥から描いていくっていうのが一般的です。でも僕の場合は本当にこう、今日みたいにこう例えばペン画を中心に今日は見せしようかなと思った時に、どっちかというともういじらんでええような空とか早めペンと描いてしまって、色の構成はある程度頭の中でこう整理した状態で、進めていこうかなと思って、だからなんかもう本当にその辺って描き方自体が僕自身はいっぱいあると思ってるんでね。昨日は多分途中段階で青でいこうと、なんかもうちょっとこう黄色みがかった色にしようかなとかいろいろ悩んだんですけど、頭の中ではもう口に出すのなかなか難しいので、よいしょよいしょ、ありがとうございます。質問してもらえるとね広がります。巻きのうどん派ですと、ケアさんそうなんや佐賀はね巻きのうどんあんまないんちゃうかな。上助さんもやっぱね、なんかウエストの焼肉ランチとかたまに行ってたんだけどね。やっぱでもうちのパートナーママ妻はもう肉うどん一択ですね。いつももう決まってごぼ天なんとかうどんでしょあれね。よいしょ。ケアさんそうやな。美味しいよねうどんね。うどんやわやわのなんかね、あれはあれで食べてたら癖になりますよね。あんなもんって思いはる人いると思うんですけど、なんかね、いやそれがまた食べてたらなんか癖になるんよね。初めは何やこれと思ったんですけどね。だからずっとそば頼んでたんですけど、最近はなんかあれやないと面白ないっていうかね、やばいやばいやんって。でも僕一番なんかうどんで美味しいと思ってんの五島うどんなんですけどね。意外ともっとメジャーになって椿油練り込んであって美味しいんですよ。トゥルトゥルっとしてて美味しいんですよ。あんまり知らないですかね。僕は五島うどんが一番の今までの衝撃で、よいしょでちょっとラフに描くとことか、中心となるところ以外っていうのは少しこうラフに描いておいて、現場のスケッチなどでこう皆さんね少しこうお役立ていただければと思います。この辺なんか多分ね現場で描くことになったらもう多分相当、でも僕なんかで現場で描くときこういうのをもうスポイトとか置いといて直射日光に当てといてあれなんですけどね、ポイと置いときますけどね、それで乾かしてる間違うそうですね、これラフィーネよく使ってるやつです。これめちゃくちゃ使いやすいです。もう高いですけど、高いんかな、でももうそれだけのもうあれですよ、めちゃくちゃ僕はいいと思ってます。これ何度もこれ宣伝させてもらってますけどね。なんか細いところとこうクイルっていうのと、何やったっけな、Q って書いてあるクイルってやつと、OW 何やったっけ、忘れたともう一つね LR 忘れた、なんか3本あるんですけど、僕はこのクイルっていうのでだいぶこう書いていきます。だいぶ
もうほとんどというかいけると、一時めちゃくちゃ売れたって言うてはりましたよ。シューシューシュー、少しラフに描くとことかですね。11時ちょうど11時半、これがこうあってビュー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 ねえ、美味しいです。ラーメンよりうどん派の方が多いかもですと。福岡県人はね、そんな感じ。子育てしながら仕事できる人すごいと思いますね。こんにちはと。いや本当やね、子育てしながらできる人すごいよね。パッ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 、コマネチかコマネチか、ジャネット・リンか、なんとかの妖精みたいな感じ。ジャネット・リンって、ジャネット・リンかなんかあるかな。ふなけーとかまだ始まったふなけーって言ってやつね。ちょん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 。国民栄誉賞ってなんか基準あるんですかね。なんかね、今回誰かその受賞選ばれたりするのかな。岸田さんあんま人気ないからね、だいたい人気ない総理大臣がペッてやるようなイメージあるんですけどどうなんですかね。国民栄誉賞とか誰か取りはるんですかね今回。そんな感じじゃないですかね。何連覇とかやっぱせんといかんのかな。でも高橋尚子さん確か取ってはりましたよね。なんで鳥山明さんならないんですか。もうみんなでなんか署名運動しましょうか。岸田さんにも絶対チャンスやったと思うのよな。国民栄誉賞出せばいいのにと思うけどね。鳥山明さんはめちゃくちゃ世界に貢献し、税収に貢献し、日本のあれを貢献、僕なんか思うんですけどね。鳥山明さんも手塚治虫さんももちろんそうなんですけど、ああいうタイミングでね、国民栄誉賞、愛知県民栄誉賞は絶対出るでしょ、そんなもんね。でもそんなレベルやないと僕なんか思うんですけどね。よいしょ。今回の誰なんですかね。ブレイキンですか。ブレイキン。よいしょ。よいしょ。ピッ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 。よいしょ。このぐらい一回乾かしましょうかね。日本が世界で認知されたアニメ第一人者の人なのにね、コージェヌさんね、絶対支持率回復ほんましたかったら、あんなビッグチャンスちょっとだけは上がると思うんですけどね。どうなんですか、僕は間違えてますかね。いや絶対もうアニメ漫画に関してはやっぱりそれだけ世界的にもね認知させて、そしてそれによるこうね海外でのあれもあるし、それによってこうめっちゃ海外から来る人みんなアニメ好きって言いますやんか。っていうことはもうそれだけの貢献があると思う。ごめんなさいね、別にどうでもいいんですよ本当に絵描きながら政治の話すんだっていう感じですけど、これ8なんですけどちょっとペンの出が悪いですね。それをなんか利用してなんかこうねえ、僕も
そう思いますよ。名古屋が生んだ大スターといえばね、イチローさんとね、イチローさんのありがとうございました。イチローさんの記念館的なところにね、コージー N さんがちょろっと家の前までですけど通っていただいてありがとうございました。もう本当にあの時の恩は一生忘れません。一生忘れません。でも大谷翔平君がまさかね、もうイチローみたいな選手はもう向こう20年出てこんやろ思ったら10年後出てきたみたいなね、びっくりしましたよね。向こう大谷翔平君みたいなのも向こう50年出てこへんでしょうねって言ってたら出てくるんかな、日本人でね。もう今もホームランとあれですもんね、めちゃくちゃすごいですよね。昨日も35号、でもジャッジ40号ぐらい打ってるんですよね。すごいですよね。アーロン・ジャッジって、すみません野球興味ない人ね、なんかこうニューヨークヤンキースのですね選手いるんですけど、彼はあれなんですよね、養子なんですよね。すごいですよね。養子で、養子っちゅうんですっけ、なんですって言うんですっけ。で今やね50何号60号まで打ってないかな、60号、ステロイドとかそういうのなしに、昔はね70号まで行きましたっけ。サミー・ソーサとマーク・マグワイアとビャリバーンズがねごめんなさい野球興味ない人本当申し訳ない。ビャリバーンズとかがですねいて、ビャリバーンズピンポン玉のようになんかポーンとねキャーンと飛んでいってましたもんね。ピンポン玉ってそんな言うほど飛ばないっちゃ飛ばないね。ピャーンとね、この辺が茶色いお家だなと。ピグマのちょっと暗いな。少しねこういうところね書き込んでいくとかっていうところとかね。皆さんの本当オリンピック選手でなんか年代って分かりますよね好きな漫画とかでもやっぱ分かるんですかね。そうでしょうね。この界隈とそこからつながっていく界隈と、少しこう暗い色がグッとあったりとかするとまたペンとかでもちょっと暗い色で引き締めてみたいな感じでグクグクグクと書いていって、なかなかこういうのではね公募展などでは賞とかっていうところまでは難しいかもしれません。もう現場のこうスケッチとかですね、そういったのに役立ててもらえたらなというふうに思います。ここの子ですね。ビュー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 ね、こんなやつを描きたいって思いませんもんね皆さんね。でちょっと固有のなんか色みたいな、例えば茶色とか赤みたいなとか、ちょっとブルー系みたいな影の次は少し全体ではなくほんの少しだけ、そういったところをちょっとつけていきましょうか。なんか画面の中でですねアクセントになるような白とかも入れたりとかして、でんでんでん
ティッシュで拭き取ったら全部取れすぎますけど、筆の水気を取ったら、なんていうか薄くこう取れますよね。この辺にちょっとシュンシュンって線があって、シュンシュンってあって、でちょっとこれが、銅の色ですね。ここちょっと汚くなってもた。で、壁のレンガのですね、すみません。よいしょ。見ていて、認識違いだったら失礼ですが、沖先生、油絵描く時、乾ききっていない状態で細かい解説テクニックを持っていて仕事が早いイメージがあるんですが、どんな練習をされたんですか？いや練習法ないよ。乾かんうちに書いていくのは受験の時ってすごくこうごめんなさいね。受験の時って乾かしながら書きましょうってすっごい習ってでやってたんですよ。でも本当にこうテカテカの樹脂分みたいな、なんかアルキド樹脂とかクイックドライングメディウムなんちゃらみたいなとか、そういうので書いてて、で大学にムサビっていうところに入ってその時もすいません、なんかその時もなんかそういう風なのをその継続して書いていたんですけど、なんかこう受験っぽさみたいなのどうしてもその方法によってやると抜けなかったんですよ。でなんかもうじゃあ大学入ったらそういう速乾剤とか、今はなんかいろいろピンチの時使ったりするんですよ。どうしてもとかいろいろな時ね。何日か前あげた何やったっけ、横浜のマリノスさんの絵は使ってないです、あれ確か。でもなんかどうしてもという時はそういうのを使うんですけど、描画に対して使うことはないですね、今もね。でなんか乾かんうちにこうビューッとこう描いていくということを覚えていったというか、やっぱり普通になんかね、このレンブラントのこの絵の具の筆致ってどないしとんかなとか、そんなんを一生懸命こう自分なりにこう学んでいくというか、ここで混ざっとるなとか、このマチュエルってこうやなとか思ってやっていったというだけやけどね。なんか受験でなんか遠回りしたような感じがあるんですよ。で、名前出してええかな、絵は僕浪人時代に僕は浪人した時に一浪してムサビと玉美に受かったんですけど、東京芸大落ちたんですけど、で同じ教室にいた青山さんっていう人がいたんですよね。で青ちゃんって言われてて、1個上でその人は2浪してて、でなんかこうもともとはめっちゃ上手なんやけど、もう試験ちょっと前になんか一時芸大の試験ちょっと前一時休んでやって、あれどないしてはんのかなとか心配してたんですけど、でひょっこり現れて突然こう書き出した絵が完全に速乾剤なしで、速乾剤とかもう画面の中で絵の具をこうやるような絵を描き合ってピャ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 とか描いて、それがなんかね生々しくて、うわかっこええと思ったんですよ。そしたらポーンと芸大入りはったんですよ。で僕その時の教室から芸大に受かったのは青山さんって人だけで、あとはムサビとか玉美とかいろいろおったんですけど、面白いもんで、その時多分20人30人ぐらいいたかな。で芸大一人で、ムサビ何人かおって、でムサビ僕も合わせて何人かおって、でもう一人ともう一人ともう一人で行って、でこの僕以外のもう一人が首席で、もう一人もなんか留学かなんかしてて留年して、で首席やったんですよ。すっごい今思えばめちゃくちゃ優秀なクラスやったんやなと思ったりします。でなんかそれもなんか思い出したってわけじゃないし真似したってわけじゃないけど、なんか当時その青山さんが一時休んで戻ってきてそういう風にやって、あれ自分で編み出しやったんやと思うんやけど、
でなんかこう油絵の良さをババーッと最大限生かしてバッと受かり合ったなっていうのがなんか後からこうつながってきて、すごいなと思って、で自分自身はそれでなんか勉強したりとかっていうわけじゃなく、もうちょっと速乾剤とかはなんか受験っぽいっていうと受験が悪いわけじゃないし、もう受験自体のその1日で書くとか2日で書くとかめちゃくちゃなことやなっていうふうに思うんですけど、でもそれしかもう試験自体はできやんのもう分かってますからね、僕もね。致し方ないんかなとは思うんやけど、なんかそこでペッとこう自分の中では切り離してやったことによってですねっていうのがなんか私の中の勉強法ではないけどもきっかけかなというふうに思います。そのきっかけって大事かなと思いますけどね。ごめんなさい、答えにはなってないですけど、多分そういうことなんやろうなと。で早いというかその的確性みたいなのを身につけたいなと思ったのはデッサンなんですよ。でデッサンでこれ何回か話してると思うんですけどなんかこうだってもうもういいか、口からが言おうかななんかもう口からが言うんですけどとある大学の僕予備校の先生してた時にとある大学の大学説明会に行く大学説明会ってあるんですね。でその大学が、うちの大学はこんなんですこんなんですみたいな感じでそういう合格者その入試で受かった合格者の作品をこう入試の時こんな絵描きましたよっていうのをこう飾ってあって、でそこに教授とかがいて、でなんかこう予備校の先生として質問したりとかするんですよ。でこれどういうとこがいいんですかとかこう聞いたりとか、どういうところが、出願中かこう、点数のポイントなんですかとかって聞くんですけど、で僕その時ね最悪なんでなんか海外かなんかに行って帰ってきて次の日かなんか行ってなんか時差ボケで頭ちょっと飛んでたんですよね。でめちゃくちゃ失礼な質問して、これどこがいいんすかみたいな感じで聞いたんですよ。そしたらそこの大学の先生が、いやこれはなんかこう石膏デッサンがなんかやったんですけど、その輪郭にこう形を直しまくった跡があるってそういうところがこううちの大学は評価できるんですよねって。確かにごもっともちゃごもっともなんですけど、なんかこうねそれを聞いてわざとその大学を受かるために、僕も教えてた時あそこの大学受かりたかったら輪郭とかどんどんこうやり取りしっていうふうに言うたりしてたんですけど、で結構それでめちゃくちゃ受かってたんですけど、でも自分自身の中ではなんか、例えばアングルとかのデッサンとかねピタッとこうこれが動き出したね。ごめんなさいねこいつが動いてねこうなんかアングルとかのこれでいいかな、これがごめんなさいね、これ変なの押してしまったさっきね。これでいけるかな。アングルとかのデッサンとか見たりすると必要最小限で仕事してるんですよ。わかります？もう本当にでもう何もしてなくて輪郭のなんかをしたりとかね、すみませんズーム機能は勝手にキャメラが自動オートでそれ見た時に全然違うやんと思ったんですよ。そこからなんか電車クロッキーっていうのを始めたんですよ。ある程度短い時間で一発で決めようと。でそこも多分リンクしてるかなっていうふうに思います。でもそれでも重層構造って絵の具の構造、やっぱ下の絵の具とかを活用しながら上にこう描いていくっていうのは大事だと思うっていうか、それをすることによって大人っぽくなる。こんなんでいい？だいぶこうなんか迷走した答えになってしまったけどそんな感じが多分頭の中やと思います、僕の。ケアさんいいかね。でもすごいいい質問やと思いますよ。全然的外れじゃないどころか、多分そこのところが自分の中のターニングポイントかなと思っている
それが良かったか悪かったか知らんよ。でもその時々での自己判断の中で一番最良の方法としてこう考えたり捉えたりとかしていったっていうねだけね。よいしょ。ビュービュー。動いてない、大丈夫。ブルーピリオド映画見に行きたいです。あ、ブルーピリオドでやってんの？今映画館見てきました。北の小指さん、ブルーピリオド。そうなんや。全然面白いですか、ブルーピリオドって。一巻だけなんかどっかで空港かなんかで買うてなんか読んだけど、僕個人的には何やったっけ、あの先生誰か教えて。あの先生どうせしたクラゲなんとかみたいな書いちゃうな。何だっけ、違うか、何だっけ。ででした。あれ面白かった。宮崎のなんか画塾の先生の話で、何だっけ、あの人は最近なんか人と会話せんから忘れますわ。カクカクシカジカブルピオミそのお話ですと。日本でやはりまだまだ漫画認められてないんですねと。そうですよ。馬場崎さんこんにちはね。ブルーピリオドああいう感じやったよいやもう知らんけど、その芸大入ってからの話もあるんでしょあれって。あれ S 美術学院でしょ確か。なんか僕何度か話しましたけどね、めちゃくちゃすごかったですよ。僕の時がその S 美術学院さんは僕の時は僕が行ってた予備校水道端とほぼ同じぐらいの合格者やったんですけど、次の年からめちゃくちゃ受かってましたよ。どないしてんのかなと思って。そしたらなんかいろいろこの間ね、東京駅で当時 S 美術学院に僕が池袋にいた時に世界移動さんがある近くにあった、今どこに移動したんですか知らんですけど、そこに通われてたって人がいたから、ちょっとその話で盛り上がったんですけどね。見てはりますか？いやー、なんてしちゃったか。いや、優秀な人がいて、僕の大学の同期もなんか長いこと先生やってたけどな、K 君ってどうしてんねやろかな。ね、そんなん言うてたらペンと色でちょっとドライヤーで乾かします。お腹がグーグー鳴りだした。せやね。ペヤング食べたいな乾燥中ペヤング食べたいな。まだ食べたことないよね。まだ食べたことないんですよね、ペヤング。なんかこう細かい描写もなんか僕筆で描いててもそんなになんか変わらんね時間ね。なんかそんな気がしてきた。
やっぱ皆さんああいうの憧れたりするんですね。もう本当になんかもう毎年しんどかったですもん。もうあんなもう今なんかようやくなんかいろいろ人間らしいあれですけど、学校の先生業とかやってるとね、もう本当になんかこう1年が終わった思ったらもうすぐなんかもうまたってこの2年辞めてからもう本当に春っていい季節やな思うようになりました春っていい季節やななんかね、偉いなと思います。素晴らしいなと思います。もう僕は絶対二度とできへんなと、子供とかね減っていく一方やからもうね大変なことはもう目に見えてるわけですもんね。よいしょ。ブルーピリオドか Kindle とかで買えばええのか。僕ちょっとでも電子漫画いまだには分かってないですよね。うどんはオールシーズン食べられますしねと。昨日は何食べたんだろう。今日はペヤング食べますな。今日はペヤング食べますか。そうなんとか姫、クラゲ姫クラゲって読むのそう面白かったですよ。僕はもうカクカクしかじかはあんな感じ。確かその先生東村明子先生だっけね。同い年やんね。だから多分そのなんかその当時の雰囲気とかで金沢美大かなんか行きはるんですよね。油絵家なんですよね確かね。東村明子先生だっけ。いやおもろいなあ思って。で実際に宮崎に先生おられたんですよね。皆さんやっぱりそういうの憧れあるんですね僕なんか水道端ってとこ行くきっかけになったのは親戚の人の知り合いが、東京芸大の出身の人がいて、でその人今どうしてるのかな当時共立女子校っていうところがあって、今もありますがごめんなさい、共立女子校の美術の先生をされていてっていう人が僕の知り合い。その後共立女子大の教授になられたんちゃうかとな。もう定年されてはるかな。でその先生のなんかアトリエに高校2年生の時にちょっと行ったんですよ。どうしたらいいですか、東京の方の受験とかどないしたらいいですかっていうので聞きに行ったんが初めなんですよ。でそれ所沢に住まれていて、でそこまで行って今どこに住んでるかなんか知らないですよ。でだから一応なんかこう大きいところは水道端とか、っていうのがあってっていうので水道端にしたんですよ。なんか新宿とかもなんか田舎にいるとね立川とかが大きそうに見えるんですよ。各高校になんかチラシみたいなしっかりした本みたいなの届くんですよね多分当時受験とかされた人は知ってると思うんですけど、だから立川っていうのが一番僕でかいんちゃうかと思ってたんですけど、立川と武蔵野美術学院めちゃくちゃしっかりした本届いてと思って、今やったら多分ね YouTube を頑張ってるところが大きいんちゃうかって思いはる人いるんじゃないですか。お茶日とかすごい頑張ってますよね。今どこが湘南とかなんかね、そういう風になんかやっぱり思ったりとかするとこあると思うんですけど、僕はなんかそういうので聞いてで、水道端ドバタっていうのが一番大きいよっていう感じで、なんかこう結構地方の子が集まってきてたから僕は水道端でよかったなと思ってました。なんか大阪の予備校を決める時も高校の先生にどこがいいですかって聞いたら、多分中之島と夜ゼミっていうところが大きいよって言われて、で中之島のが古いかなみたいなとかで、なんか夜ゼミのが多分当時強かったと思うんですけど、今知らんですよ今のことは何も知らんので皆さん勝手に調べてくださいね。今のことは僕も何も知らんです、よいしょという感じで画面がねあんまりこう書いてなくても
グッとこう引き締めにかかっていくとちょっとこうですね画面の中で、見せ場からの目の流れみたいなのが少しこう出来上がってきた。これ旅持ってこう、このペン覚えとこうっていう、このなんかメモのためにねこう、ライブ配信でこう喋ってんのに絶対見返さへんねんね意味あれへんやんって思うんですよね、自分でもね。1時間ちょうど。なんかこう窓なんかもこう一個一個こうね完璧に描いてたら大変やから、逆にこうラフに描いてあげたりとかしてね。ブルーピリオドという漫画がございまして、そのね今も流行ってるんですか、僕はちょっと存じ上げないのと、あれは何かなんですか、油絵科出身の方なんですか。だいぶ僕なんかもう絶対知らんやろね。僕がいたのに2006年5年までかな、2005年までいたかな、20年前もねうわ怖っ、20年前もね。人間って怖いですね。これ年取るんやね、こうやってね。よいしょ。あ、そばだったあ、私昨日そばよ。基本昨日そばやったかな。あ、昨日昼はでもパスタやった。土曜日日曜日はねチビおるからあれなんですよ。基本的にはねあれなんですよ。平日はね、平日はもう本当にもうよいしょ。あとちょっとこうまたもう少しこう着彩できそうなところとかを少しこうしながら、進めていって、お腹がもう限界になってきたので終わろうと思いますけど、なんとなく皆さん分かりました。まあね、なかなか説明難しいところなんですけどね、なんかそういうの辺が難しいんですよね。あとは皆さんが自分で書いて自分なりの方程式みたいなのをちょっとこう作っていくということが絵の面白さなんですね。だからなんかこうやれああやれっていうことが本当にないので、あとはね経験やったり勘やったりこう絵の具天気気温いろんなものを踏まえて、ぜひぜひコメントしたことないという人も、ぜひぜひもうすぐ終わりますのでしてください。お腹が空いてきたので終わろうかな思ってますので、ブルーピリオド16日まで Amazon で無料で読めるようです。そうなんやそうなんや、読もうかな。Amazon なんかこうね、なかなかね漫画ってね、なんかそうしたらスマホでなんか動画の編集とかしたくなるんですよ。その空き時間でできるから、なんかこう動画の編集とか案外溜まってるので、そうなんですよね。漫画読みますって宣言できないのが申し訳ないごめんなさいね読みますって宣言できないのはそういうことなんですよ。読んでくださいって言われたら読みますと言い切れないのはもうね嘘つけないので、もうね本当にちょっと補彩的にしていって、まあこういうね細かい絵とかを現場で描かんとあかんっていう時はグッグッてその場所みたいなね、このフレーミングの中でですね、アマゾンとか強いわな、ほんとね。そらね。ブルーピリオド意地悪そうな先生出てきて誰かモデルになってる先生がいるのかと思いながら見てました。多分僕やと思います多分噂が目白、
高田馬場、新大久保、代々木、新宿、まあその界隈ぐらいまで僕の悪評なんて伝わりまくってたから、多分それ僕やと思いますよ。はい、絶対僕やと思いますよ。うん、間違いないと思います。2チャンネルとかに悪口書かれてたんでね2チャンネルというのが出たばっかりの時なんか、S 美術学院の先生やった人から大木さん悪口書かれてるよって言ってもう、2000年前後の話今してますからね。今から25年前の話してますからね。見たこともなかったですけど、見てみたら誰やこれ誰書いたんや、全然ちゃうこと書いてあるぞと思って、そしたらもう探偵がやっぱ当時からいるんですよね。探偵が大木先生あれ書いたのあの人ですよって、誰それ、本当誰それやったんですよ。一回講習会でちょろっとだけ担当したとかそんな程度の人やったんですよ。でなんか廊下で見つけてめっちゃ睨んだらめっちゃ罰悪そうな顔してました。でも多分その人が多分それまた流して書いてあるんですと思いますよ。いいんじゃないですか。もうしゃあない諦めましょうね皆さんね。よいしょ緑入ってくるとまたね画面変わってきますね。ピッ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 できそうでしょ今日もね。はい、できそう詐欺が出ましたよ。楽勝でしょこれぐらいね。あんまこういうとこ無理せん方がよかったね。できそう詐欺がちょっと色のこう、なんかこう画面の中で色というのを少しこう散りばめたくなってきましたね。途中からでしたけどありがとうございました。今時学習塾の公文の教室は月謝8000もする。うわー8000は高いな。8000って高いね。8000もすんねや。公文公文ってね、公文行ってた頃の計算早かったっすよね。でも僕そういうことなんか勝負してた記憶あります。よいしょ。計算早い。今電卓があるからね電卓があるからね。よいしょよいしょ。もう一回乾かします。最後ペンで書いて終わります。よいしょ。冷えたお蕎麦の中に大葉といいね梅干しとごま油で美味しそうね。確かに大葉美味しそうね。ちょっと忘れそうやけど大葉と梅のねうまそううまそう。ちょっと最後ハイテック使ってみたんですけどあんま効果ないね。これだけあれしてたらあんま効果ないね。美味しそう。確かにさすがやね。馬場咲さん美味しそうじゃないですか。もうね夏ねそうめんとか美味しいですよね。ピピ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 。よいしょ。皆さん今日映画見に行くんやね。面白いんですか。いいな。映画なんか久しく行ってへんな。何以来行ってへんかな映画なんか久しく行ってへんな。何以来かな。
何見に行ったかな、もうなんか記憶ないな。泥棒家族とか何だっけ、なんかそういうのでなんかありましたよね、賞を取ったやつ。何だっけ、あれを見に行ったような記憶あるな。全然出へんかったなんかそんなぐらい以来行ってへんな。なんかペンも細いやつがええのかどうか、最後 0.4。1時間ぐらいで、だいたいこんな感じで、書けますなということも今日は皆さん分かってもらえたかなというふうに思いますし、ですね、ペンとかもうまいこと併用、僕の場合ですよ、これ、何度も言いますけど、これも書き方なんかめちゃくちゃも自由ですから、自分なりのなんか方程式みたいなのの一部を今日は、あれしたというだけで、皆さんのヒントになればね、それでいいと思いますので、なんかこうかけああかけということを言うわけではございません。よかった、なんとなく参考になったとか、よかったですとかいう方はぜひね、グッドボタン、チャンネル登録してもない方はぜひ、チャンネル登録は無料です。あとよかったらね、メンバーシップに入ってもうたら、お日光評会なんかもね、皆さんで参加してわちゃわちゃやりましょう。今週募集です。15日。で、今週ですね。で、14日、前日は、メンバー限定のなんか公募展出したいですとかっていう人とかですね。もう初めてなんで恥ずかしいですとかいう人。もう送り方わからんとかっていう人は、ぜひぜひ、ですね、事前にメールください。あとはね、せっかくお盆でね、お孫さんと今日会ってるいう人は、そのメンバーシップのなり方わからんかったらお孫さんに聞いてみてください。あと何だっけ。そう。31日でやってますよね。この間生き物って言ったんですけど、生物です。生物。生物。ひらがなで生物なんで、勝手に公募展というのがございます。なんじゃいそれって感じですけど、ちょっと古い動画になりますけども、今から3ヶ月ぐらい前かな、春ぐらいにやっていて、勝手に公募展というのをやっております。で、それの、第10回は、生物、ひらがなで生物です。で、それを募集いたします。それが8月の31日の募集となりますので、すみません、コマーシャルタイムでございまして、ぜひぜひ、初めてという人もね、今まで出しているという人も、何かを、その時にちょっと画材でもいいかもしれんね。レターパックぶち込み大作戦でね、もちろん1位になったらええものかわからないですけど、自分の中では皆さんにとってええものかもしれないものが届くようになんかしますので、なんかそれに関しても質問ないですか？もう勝手にこぼって生物も楽しみしてますと。90歳何がめでたい、ちょっと面白そうやな。先生の風景が街の音聞こえてきそうですと。どうすれば生物に躍動感。なんか質問来てんね。キャンバスではなくアートボードに描いた絵は販売するにあたってキャンバスに描いたものより安価に、あんなことじゃなくていいんじゃないですか。アートボードってなんかあれでしょ、板でしょ。それはどっちかというと使っている上に乗せている絵の具の状態のものの方にあれじゃないかなと思いますよ。からいいんじゃないかなと思います。という感じでペンを使って描いてみたということでございました。90歳何がめでたいね。でも90歳になってもね、もう元気にね、好きなことできて、もうなかなか足腰とかうんぬんかんぬんとかがね、あれになってくるかもしれませんけどね、絵描くっていうことはね、150歳ぐらいまでできますのでね、皆さんね、200歳250歳ぐらいまでね、からできますからね。ちょっと今日肘マシやな。一応湿布貼ってあるんですけどね、ちょっとマシやな今日。今描きながら肘手首ということでございました。ご視聴ありがとうございました。お腹がめっちゃ空いてきたので、ぼちぼち終わりたいと思います。
書いてありがとうございました。勝手にここで1枚勝手にここで1枚勝手にここですいません1枚です。あ、それ言わんといかんね。やっぱ動画撮らなあかんね。1枚です。1枚限定でございます。1枚でございます。1枚サイズは何号でもいいです。そうね、勝手にここでそれ今まであんまり質問されてこんかったな。もう1枚で自分の中で勝手にもう思い込みすぎていたとこあります。ありがとうございました。動画撮ろうめんどくさいなと思ってこういうとこでちょこちょこ言うてればええかなと思ったんですけど、ちょっと頑張って録画しようかなと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。お疲れした。終了。